危機的状況をプラスに変える動画日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。元気ですか？です。元気よ。本当だったら3人で今シカゴにアリアという全米アジア不動産協会っていうのかな、日本語で。で、参加するために本当は相部屋してるはずなんですけど、ね、先週だったよね。本当は先週だったよね。そうそう、先週、今頃楽しかったねって帰ってきてるような感じ。そうだよね。その後、ね、コロナで行かれなくなっちゃって、みんなで代わりに、ビデオチャットしようかって言って話してた内容をみんなにシェアさせていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナどんな感じ？まあね、どうぞ、まみさん。一月経っちゃいましたよね。ハワイって3月の25日ぐらいからクローズして、なんか皆さん家から仕事したりとかってやってますけども、でもだんだんこの生活慣れてきましたよね。そうだね、なんとなくね。ハワイはすごい大変で今、失業者がすごく増えちゃってて、で、反対にコロナの感染者は、なんか多分全米で1位とか2位とか少ない安全な島らしいんだけれども、どうですか、皆さん。なんかロサンゼルスも、ホスピタライズ、入院してる数がだいぶ落ちてきたんだよね。だから、まあちょっとこう、州とかカウンティも、まあ、どういうふうにしてこのロックダウンを解除しようかっていうのは計画し始めてて、で、振り返ると、3月の4日にカリフォルニア州は緊急事態宣言っていうのが出されて、みんな、どうなるのって感じで、その後、3月15日の日曜日に、もう明日からレストランが全面、テイクオーバーだけになりますって言われて、本当にことするのって話になって。同じ。ね、急にね、そういうの、なんかね、すごいそれでびっくりしたのは、やっぱり日本と違って、縦の、オーソライゼーションっていうのがすごい強い国だなっていう感じをすごい受けて、で、またそれもフェデラルで言ってること、連邦政府、全米で言ってることと、今度ステイツでどういうふうに対応するかっていうのと、カウンティとか、行政がすごくまた判断する権限をそう持ってるなっていうのを感じたけど、そうだね。オハイオも全然感染者が出てない対岸のね、火事って感じの時に、全州で全国休校になっちゃってびっくり。で、その1週間後にステイアットホームになって、本当にスーパーとドラッグストアと、あとテイクアウトするレストラン以外は全部休業だから、髪の毛なんかもね、もう1ヶ月以上切れてないしね。ないよね。特に男の人なんか大変だと思う。私たちなんか髪の毛が長いからなんとかなるんだけど、もううちの旦那さんもなんかこう髪の毛切るの、切ろうかって言ったら信用されてないから切るの嫌とか言って、まあ我慢してますけどね。うちは旦那と上の子が坊主にしました。簡単な。でもカリフォルニアはね、なんか一応、まあ、どういうふうにしてロックダウン、まあ、今のところ5月の15日までがステイアットホームっていうオーダーで、カリフォルニアがですね、ロサンゼルスはステイアットホームが5月15日。でもサンフランシスコは5月の31日まで伸びて、これも本当に地域によって違うんだけど、5月15日までは多分大きく変わらないんだけど、今週の金曜日から、まあ、ステージ2って言って、まあ、今まで全部お店もそういうサービス業とかロックダウンだったのを、まあ、お花屋さんとか本屋さんとかはちょっと様子を見て、今週の金曜日から開けましょう、開けてもいいですよみたいな話で、少し解除に向かって計画が進んできました。ハワイも母の日はお花屋さんが開くらしいです。へー。それに合わせてやってるのかもね。そっかそっか。オハイオは段階的に5月1日からオープンし始めていて、今日うちも。ちょっと早いよね。そうね。やっぱ対応が早かったのと、収束も早かった。で、5月1日から、病院関係がエマージェンシーじゃないといけなかったんだよね。だから歯医者さんとかのクリーニングとかも、キャンセルが来たりとか、本当になんか、普通のことじゃないと行かれなかったんだけど、小児科から電話かかってきて、ちょうど予防接種だから、
再開しましょうみたいになりました。まあ、だんだんこうやってね、オープンしていくんでしょうね、いろんなところがね。まあ、だから早めにオープンした州がまた感染者が増えていくかどうか、そこも気になるところなんだろうね、きっとね。で、それを見ながら他州もじゃああそこがああいう風になったからとかっていうのも見ていくんでしょうね、参考にね。お仕事はどう？みんなどんな感じ？活動は？オハイオは最初からエッセンシャルだったので、全然クローズ後もなしに、ただ私たちが所属するボローカーのオフィスは行っちゃいけないことになったけどね。一緒。うちもそう、全然もうクローズですってメールが来たっきり。なんかPDF 作ったりとかね、印刷物作ったりっていうのは非常に家でやらなきゃいけないから、その辺は結構苦労してるけど。でもオフィスがクローズしてからもうすぐその週から毎週何回か3回か4回かな、もう全部 Zoom のミーティングで、うちのオフィスのミーティングはまあだいたい何百人単位で入るのは全部 Zoom になって、でやっぱりみんなで情報をどういうふうにね、共有してどうやって行動しないといけないかっていうのが大事なんで、いつもよりもたくさんなんかミーティングがね始まって、ですごいもう、なんていうかな、こうバーチャル化がすごい進んでるなっていう感じになってきて、確かに、全部参加してると1日終わっちゃうからみたいな感じ。そう、意外と忙しいのよね、なんかね。なんかより分けてね、参加するようになったけど、最初の頃はみんなね、不安だから余計ね、お互いにどういうことなのかっていうの。そうだね。こっちはずっとね、こうやって座ってるけれどね。そうですね。いろんなこと参加しながらずっと座って。でもまあ、ロサンゼルスの、まあ、エッセンシャルビジネスっていうことで規定された後、まあ、具体的にここまでの業務をしていいですよっていうのがはっきりしてきて、まあ、大体3月の末から決まっていることは、まあ、一般の人向けのオープンハウスは禁止で、できるだけバーチャルで物件を見せなさいと。どうしてもバーチャルが難しい場合は、個別のアポイント制で、一組の人だけ、お一人、またはその人の同居人の人とエージェントだけが物件の中に入っていいですよ。ただし、マスクをして、手袋をして、サニタイザーを持って、ちゃんと触るとくださいという、そういう大体行動パターンを決めて、それで OK になってるんで、まあ一応なんとか、まあ、ショーイング必要なときはできるような状況ではありますね。そうなんだ。オハイオは内見はストップにならなかった。内見もストップになったってことね。内見はね、だから、まあ大体人が中に住んでなかったりそこに、まあ、見せるときに人がいなかったら OK なんですけど、でもやっぱり人がいるとですね、ちょっとその住んでる方も嫌がるケースが多いんで、空き家のお部屋に関しては、まあ、一応カウンティーとしてはどうしても見せる必要がある場合はいいですっていうことになってるね。そうなんだ。で、ドアとか窓とか全部開けておいて、見に来た人がなるべくどこも触らないで見て回れるような状態を作っておきなさいっていうガイダンスをあとコンドミニアムとかは共用部分とかを見せてくれなかったりとか、高層のエレベーターは1人2人までしか入っちゃダメですよとか、それはまあコンドミニアムごとのルールでいろいろ規制があって、まあちょっとなかなか見せるには制限が多いけど、まあそんな状況かな。アメニティが今だいたいねクローズしてるところが多いしね。そうだね。住人の人も使えないもんね今ね。そう。プールとかね、ジムとかはね、全部クローズだもんね。そうだね。それってなんか市場に影響があったりとかしてます？出ますよ。だってハワイ島ですからね、やっぱり飛行機止まっちゃって人が来ないと。ね、ローカルの方は動いてるけれども、やっぱり私なんかはインターナショナルの方を見てビジネスしてるから、結構大変です。ローカルのマーケットと、そうじゃないマーケットってどのくらい、何割ぐらいであるのかしら？何割なんだろう。インターナショナルの方はだいたい全体の 3% っていうのは聞いたことあるけれども、ただローカルの中でもアメリカ本土から来る方もやっぱり多いですね。そっか。カリフォルニアはどんな感じ？まあやっぱりね、まあざっくり言うと
売る人もちょっともうすでに物件を出してる人はそのままもう前に突き進むしかないから売ってるけど、でも一旦ちょっとホールドしますって言って物件を市場から下ろしてる人も結構いますよね。それと今度買う方の人は様子見てる人がやっぱり多くて、で結局需要と供給で言うと、全体的にボリュームは減ってて、それなりにバランス取れてますっていうふうには聞いてる。であとやっぱりねバイヤーさんは値段が下がってるだろうということでやっぱりネゴシエーションを厳しくしてきてるみたいだからじゃあ何パーなのって私もお客さんによく聞かれてね例えば全くと関係ない人は30% ぐらい下がるんですかとか言うんですよ。でもね実際に本当に何パーっていうのは言いづらいんだけど、5% 前後ぐらいはちょっとネゴシエーション。それを売ってる人のお財布次第でしょ。そうだね。それとあとはやっぱり価格帯とかによってまた違うから買いやすい物件にはそれなりにマルティプルオファーが入って、競争が前よりはね少ないけどやっぱ競争が起こってるっていうのも報告は受けてますね。あとやっぱりローンが下りなくなってるのもあるけど、ローンが厳しく下りなくなってる人たちもやっぱりいるでしょ。それはあるある。条件が厳しくなって、途中でクロージングができなくなって、投資家さんの人って誰か途中で買ってくれて、また後でバイアウトするみたいなのできないって相談はあったね、確かに。オハイオ州は反対にほぼ実需なので、こういう時期であっても、やっぱり一定層の引っ越しをしてお家を買う人っているじゃないですか。なので、その取引があって、私たちも普通にメキシコからここに帰ってくる人たちのご購入とか、それから、シカゴに引っ越されるので、もうシカゴでお家が買えたから売りたいとか、普通の実需は回っていて、値段的にも去年の3月と今年の3月比べると、平均価格が10から 11% 上がっている、そんな感じかな。ただ新規の物件がどんどん少なくなっているので、この後、物件が入ってこなくなった時に、じゃあ取引個数がどういうふうに影響を受けるのかと、さっきひろこさんが言ったように、バイヤーさんもあんまり選ぶレパートリーがなくなってきちゃってて、オハイオのセントラル、コロンバスがあるセントラルオハイオだと、インベントリーって言うんですけど、1.2 ヶ月分しかないんですよ。なので制約に入るまでに、1ヶ月ちょっとぐらいの家が全部今在庫の物件だと売りに出てる物件売れちゃうみたいな感じなので、この後在庫不足がどういうふうになってくるかなっていうのがちょっと心配です。なるほどね。ハワイは結構市場に出てる物件多くなってきてますよ、今。ああ、そうなんだ。毎日のようにメールでこうね、出てくる新しくリスティングしましたっていう案内もすごく多いし、あと、さっき言ったみたいな多分ローンの問題だったと思うけど、啓蒙なマーケットって言ってまた戻ってきたものも結構出てくるし、ね、4月、5月のやって下がってるのかもしれないけど、ハワイは。あとね、やっぱりハイエンドとかのすごい高い物件は、やっぱりすごい止まってる率が多いんですけどね。やっぱり皆さんのビジネスオーナーの方とか、先行き不安とかもあるから、買わないとか足踏みしてるけど、低い価格帯が動いてたりとか、あと逆に賃貸マーケットは意外に動いてるんですよね。で、それはどうしてもリースがもう契約切れて移らなくちゃいけないから、借りる人が多いとか、あるいは東海岸がちょっとね、ニューヨークとかもコロナで大変だから、そこからやっぱり西の方に移動したいとかですね、やっぱそういうのは結構ね、あって、リース市場はすごいね、やっぱり結構動いてる。引っ越し屋さんって動いてます？そちら。動いてるよ。引っ越し屋はずっとエッセンシャルビジネスで止まらなくてね、動いてたよ。シアトルはね、なんか止まってたみたいね、一時。ハワイもね、引っ越し屋さんの手配ができなくて、で、本当売れた物件のオーナーさん出てかなきゃいけない物件出ていかれなくて、1ヶ月リストしたとかっていう、そういうのもあるけど。今も続いてるの？今もね、多分続いてると思う。5月いっぱいはとりあえず何ももうみんな動けない状態にいるんじゃないかなと。ちょっと大変だね、それだとね。
やっぱり各州で違うのね、それぞれがね。ね、ちょっと違うね。こんな感じで3州から実況中継みたいな感じでこれからもやっていくんですよね。そうね。はい。うん、なんかね、こんなこと話してほしいっていうのがあったら、お問い合わせもいただきたいですよね。そしたらそれに合わせていろんなお話できるし。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。じゃあまた。はい。ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。